おはようございます。はい、おはようございます。2月に入りまして、はい、そろそろ植え替えの準備をしなきゃいけないとはい、いうことで、今日は初心者向けにどういう鉢を用意したらいいかっていう鉢合わせのお話をしたいと思います。はい、はい、ちょっとねまだ話がどちらかると思うんで、うまく編集してもらって、わかりました。いろんなこと言いたいんで、ちょっと説明したいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、ということでですね、盆栽を始めたばかりの方が購入しに行くと、こういうねポットだったり、あるいはこういう素揚げ鉢に入ってることが結構多いと思って、ただ最近やっぱり業者さんも売れるためには少しこういう釉薬鉢というか、こういうやつに入れて販売してるケースもあると思うんですけど、こういうの入ってればラッキーってことなんですけどね。で、鉢の種類として、大きく分けて、これは別にしまして、こういう素焼き鉢とか仕立て鉢っていうその名の通りなんですけど、木を仕立てるにはこの鉢は実は一番いいです。だから自分が趣味で盆栽を育てるんだったら、もうずっとこれに入れといた方が非常にいいと、成長がいい。低い温度で鉢を焼かれてるんで芽が粗いっていうことで、空気が通るってよく言われるんですけど、太らすだとか木を元気につけさせるためにはこれはいいというふうに言われてます。木にとっていい、木にとっていいというはずってことですね。そうですね。で、少しやっぱりそうは言っても趣味ですから、いい鉢に入れたいなとかいう場合は泥鉢って言われるいわゆる泥鉢なんですね。泥鉢とこの釉薬のかかった、ちょっと値段無視してもらって、こういう値段ついてるから値段みんなついてるなんでって話なんだけど、こういう土にですねこういう釉薬をかけて、色をつけた色鉢ですかね。で、鉢はですね、いわゆる我々ね着物っていうふうに言われたんですね。鉢は着物。鉢は着物。だからやっぱりよく見せるためにはそういう着物をいいも着物をね着させて展示なんか出すといいよっていう言われたんですけど、そうごめんなさい。で、泥鉢と釉薬鉢がある。で、これはあくまでも一般的にっていう話で、説明すると小白類ですね、松とか、心白だとか杉だとか、そういう小白っていうものがこういう泥鉢、男性の木って言われてるんで小白はね、こういう泥鉢がいいよと。雑木の場合は女性の木なんで、こういうやっぱりお化粧してね綺麗な化粧鉢と言われるような、鉢がいいですというふうに、言われてます。なんでそう言われてるんですか？やっぱり女性の木っていうか優しい木だから、木が優しいんで鉢もこういう美しい鉢に入れましょう。なんで男は着飾っちゃいけないんですか？男はね着飾っちゃいけないというか、やっぱ渋さがないっていうか、見た目だけの話ですね。なんていうのかな、そういう荒々しさとか、やっぱり肌がくるんですよね。小白の場合は幹肌が古くなってきて、いわゆるゴツゴツ性っていうか荒々しさっていうか、松の木幹が荒れてきたような、そういう男性らしさ、男性ってあんまり今言っちゃいけないんでしょうけど、そういう男性らしさの荒々しさみたいなものはこういう泥鉢の方が合う。俺はどうだっていう感じですよね。古い木が化粧鉢に入ってると、あんまり合わない。見えちゃう、なよなよってのは見えちゃうってことですね。優しく見えちゃうっていう。じゃあおじさんが若者のファッションしてるみたいなことですか？そうなんですか？ありましたコメントでね。ファッションがどうなのか、いいやそれみたいなことですね。そういう感じなんですよね。はい、ちょっとだからひげを生やしたおやじさんがエプロンしてるような感じ。別にそれいいんじゃないですか。宮崎駿も怒られちゃう。そうか、川崎先生もしてますし、それはいいや。そんな雰囲気ですよ。だから女性はやっぱり綺麗なお着物をね着飾ってっていうようなことで、やるということを言われてます。だから場合を考えたらこれ順番こうなんです。そうですね。でもっと言うと、ちょっと1個用意したのがね、これはね、いわゆるエバチ、鉢でいうとエバチなんですけど、どこに注目するかっていうと、これ磁器なんですね、中が。でこれは培養には一番良くないって実は言われてます。通気性が悪いから、高温で焼いて芽が細かい、で、いわゆるだから土の粒子が細かくて詰まってるから通気性が悪い。なのでもっと言うとね、ポットっていうのもやっぱり昔は良くないって言われたんですね。ビニールとかってこういうポットだとかこういうやつっていうのはね、やっぱり培養にはあんまり良くないって言われたんですけど、最近はちょっと後で言おうと思ってたんですけど、スリット鉢とかって言ってこういうスリット入っててね、それはだから通気性を良くしてるわけですよね。排水性もいいし通気性もいいしということで考えられたスリット鉢なんていうのは、これプラスチックであっても非常に培養がいいよって言って、これも穴がねいっぱい開いてるんで、
非常に水はけいいとできてると思うんですけど、はい、最近だからそうやってプラスチックの鉢を見直しされてるということですね。でも補足としては、排水性が悪いから、木にとって全部が悪いっていうわけではないじゃないですか。でもないですね。強い住所だったら、別に何入れても大丈夫なそうってことですよね。そうだからね、あんまりね、いろいろ話があるんですけど、そんなに実は変わらないです。いろいろ説明しましたけど、そんなに変わらない。でね、いろんな説の話、もう話がどっちらかるんですけど、じゃあさっきの言った黒ポットね、これじゃあ通気性悪いですよ。だけどこれも結構五葉松なんかをこの黒ポットでもう長年持ち込むとすごくいいって実は言われてて、で黒ポットって結構温まるんですね。黒いから熱を温まる、で温まるっていう話で言うと、もう早速話がどっちらかってるんですけど、うちの大きさはできるだけ小さい鉢入れなさいって我々言われたんです。盆栽はよくそれは見かけの問題じゃないですか。でも培養考えたら大きい鉢の方がいいじゃないですか。太りやすい、土もいっぱいあるし、だけど鉢が大きいと鉢の中が温まらないって言い方するんですね。でこれはいいです、ハテナで。私もハテナもずっと来てます。だけどそういうわけのわからないことあるんですよ。そういう言葉がいっぱい。幹をバキッと曲げた時に熱を持って太るとか、熱持ちますかって話ですよね。よくありますよね。盆栽やってると。そう、熱持つからって。じゃあそうじゃなくて、そういう負荷がかかったとか組織が壊れたりとかってそういうことで実はあって、だから科学的に分かんないです。小さい方が確かにここで守られるから温まりやすいかもしれない。大きいとそれだけ、空気もいっぱい入っちゃうから引いちゃうのかもしれないですけど、ただ果たしてどうかなってのはあるけど、土の中が暖かい方がいいよっていう話はあります。はいですね。ちょっとこれに関連して、これに関連してですね、初心者の方ついてこれてるか初心者の方混乱するかもしれないです。もう結局のところ黒松だけど別に色鉢にも入れてもいいし、そうだから雑木でもこっちの鉢に入れても別にいいんですよね。ただポピュラーなのはそうだよっていう話なので、飾った時とかっていうのはちょっとどうかなっていうのもあるし、でちょうど中性の木で例えば梅だとかさつきなんていうと泥鉢に植える場合もあるし、色鉢に植える場合もあると、いうことなんで、どっちでもいいよっていうのはそういうところからも言えるかな。ぶっちゃけど本当どっちでもいい。でもう最後に言いたかったのは、話聞いたこういうね、最近だからこういう動画でやったこれはネロマツガマですよね。ピンクの鉢ですよ。斬新ですよね、こういうのね。だから我々はそうやって教わってきたんだけど、今はもう多様性の時代なんでこういうものもいいよって。黒松をピンクの鉢に植えたって。だけどこのピンクもまたね、渋いしピンクだからねいいんですけど、だけど全然違和感がない。でそういうこと言うとこれ黄色い鉢にアートだって言って赤松のあれたじゃないですか。あれ今ギャラリーで飾ってあるんですけど、ギャラリーって友達のとこに飾ってあって、今ね4本までなったんだけど、でも頑張ってやってくれてて、あれすごい彼女気に入ってて、で実はもう1本欲しいって言われてるんですよ。黄色い鉢に松植えてほしいっていうのは一般の方はやっぱりそういう感覚があるわけですよ。我々はもう小白は出鉢だってあるんだけど、その一般の方はやっぱり松であってもそういう化粧鉢に植えて飾りたい。だから人を例えばお出迎え来客が来るよっていう時は玄関なんかに松にこういう化粧鉢で植えてみるとかね、そういうのはもう今の時代はあってもいいんじゃないかなって。そうしないとやっぱりそういう盆栽のね普及していかないんで、それに対して文句言うおじいさんとかおじいちゃんがいるかもしれないけど、いるかもしれないけど、それはもう先輩いっぱい文句言ってると今何言ってんだって言われるんですけど、でももう個人のね趣味ですからこれは。そういうことをやっぱり取っ払って自分で好きな自由にやっていかないとダメかなというふうに思います。まとめると何でもいいってこと。何でもいい結局何でもいい。自由だ。盆栽は自由だ。そう、自分の好きでいいっていうことですね。であとちょっと形的にはまたちょっと基本の話に、戻って言うと、形もいろいろあります。こういう丸鉢だとか、長方鉢、これは楕円ですね。でこれがいわゆる木工っていうのかな。
でこれがいわゆる輪郭っぽいんですけど、はい、そういうような長方だとかっていうこういう丸とかってこういうような種類がいろいろありますよって、だからそういうのも自分の好みでやってもらえばいいかな。そうですね、であとは植え付けの時はよく言うんですけども、丸鉢の場合は丸鉢と、正方鉢の場合は、木の中心に植えなさい。はいはい、でこういう、楕円だとか長方鉢だとかっていう場合は真ん中にも少し寄せて植えて流れを出すということはあるので、それはちょっと守った方がいいかなと思いますね。流れの方向に余白を少し作る。そうですね、余白を作って6対4とか7対3っていう、黄金比って言われるんですけど、黄金比ってなんかね、絵の方の話から来てるみたいなんですよね。6点なんとかですね、なんとか 6. 点何々対 3. 点何々みたいなあるんですよね。それがだからそういう真ん中にドーンと置かない、ちょっとずらす、よく言うそのアンバランスにね置くっていうところの、植え付け方かなというふうに思います。ちょっとね、鉢の中でも臓器の話で鉢の今度ね深さの話はちょっとしといた方がいいかなと思うんで、深さこれちょっと先週も紹介したんですけど、比較的細い木、はい、で太い木、細い木はあんまり深い鉢だと合わないです、弱くなっちゃう木が、あくまでも木を引き立てるので鉢って少しこう小さめに飾るんですけど、だから倍を考えたら大きい方がいいんですけど、飾るためには少し小さい方がいい。で細い木なんで浅い鉢が合いますよ、でこれは深い鉢なんで太い木が合う、で太い木で浅い鉢で合う場合もあります、だから何を気をつけなきゃいけないっていうと、この鉢いいなと思って、これは里見さんっていう鉢なんですけど、深いんですよ、ものすごく、すごく私好きでなんだけど、これで深い木だから、深い鉢だから深い木しか合わないんです。深い木って何ですか？もう鉢と木がぐちゃ、あと深い鉢だから太い木じゃないと合わない、さっき言った太い木は浅い鉢でも合うんです、太い鉢も深い鉢も浅い鉢も合うけど、これだからこれですよ、深い鉢じゃないですか、太い木じゃないと合わない。なるほど、なので、ちょっと深い鉢を買うときは気をつけてほしいなと。欅なんかもこれは太いのは合わないんですよ。で私が実はおかしくないですかこれ、なんか鉢がなんか丸だから釉薬鉢だし、丸だからいいんですよ。丸鉢に植える場合もあるんですね、だからこれがさっき言ったまた話と違いますけど、丸なんでど真ん中に植えて、こっちが少し寄せ植えてるわけですね。大変だから、大変だから。でじゃあ鉢の厚さはっていうと、こっちが薄いでこっちは厚い、ちょっとボテッとしすぎてますよね。なんか観葉植物感出ますねそうですね、深いと、そう深いとね、浅いとなんか景色見えやすいような感じがしますよね。でこれが深いから逆に細く見えるんですよ。なるほど、これは浅い方がもっと太く見える。ただこの木はこの木でもう私的にはね、実は完璧な木なんです、むしろこっちよりもこっちのが欅らしい。欅としても私はね文句のつけどころがなくって、こっちって一箇所からバッて出るじゃないですか、こっちってもう綺麗な分かれがあって、本当にね枝分かれも今もうできてきて、もう培養してきてたんですけど、いいや、木の話はどうでもいいんですけどで、要は鉢がボテッとしすぎてるね、だからやっぱり欅っていうのは浅い鉢が合います。なるほど、だから欅はねもう浅い鉢ってでいいと思います。こういう鉢ね、で楓は、太さによって浅い鉢から深い鉢まで、でこれはねちょっと言わせて、これも話がちょうどね中ぶらりんなんですけど、ちょうどいいぐらいなんですねこれね、ちょっと言わせてですけどちょっと太めになってきてる、だからこれぐらい太くてもそんなに違和感ない、あんまり浅いと心配になっちゃって、深すぎると木が弱くなっちゃうし、ちょうどいいかなって感じがこれはしてます、正面がどこだかここかな、ここからちょっとこっちぐらいかと思うんですけど、でも、初心者の人なので、まずどうやってこんな浅い鉢に植えられるのってことがあると思うんです。そうですね、それはだから植え替えのあれを見ていただかないと。そうですね、欅の植え替え、または欅の年間作業、そうですね、とかですね、何度かやってますけど欅はね。そうです。だからもみじとか楓とか臓器は粘りを作れるんですよね。そうです、粘りを作るのが一つなんで、そうすると木の裏側のところはもう全然取っちゃって、でこの横に出る粘りを
粘りというか横に出る根をね発達させていって、こういうような粘りをね。これはもう植え替えの動画を、まあこれから春になるんでまた動画上がると思うんで。そうですね。で本当はもうこれも去年やってないんでちょっと苦しくて傷んじゃった、少し弱っちゃったんですけど、もう一つだけ、はい、これはね浜田会長がずっと言われてたことで、もみじは今臓器は、浅くてもと深くてもって言ってたんですけど、あんまりね浅い鉢に植えると傷むよってよく言われる。もみじは、これはだからちょっとプラスアルファのあれで情報として聞いてもらえばいいかなって、私もなんとなくそんな感じはします。あんまりそうですね、もみじを若干ここまで浅い鉢に入れるよりはもうちょっと、もうちょっとこんなような鉢がね、そうですね、このぐらいのイメージですね、鉢がねちょうどいいかなって、こんなやつとかね。そうか、もみじなんかだからまあお話いろいろ言いますが、結論としては何でもいいよなんですけど、はい、自分の持ってる木がまあ小白だったらできればまあ出鉢ってちょっと探してもらって、で雑木だったらこういう釉薬鉢で最初まあ少しこうぐらいの深さのこういうような深さぐらいの鉢を買うのが無難かなっていう気がします。なるほど、あんまり見た目も大事なんですけど、やっぱり培養っていうのも大事なんで。鉢の色はどうなんですか？色はね、これももうお好みですね。お好み。例えば、もみじとかは紅葉するじゃないですか。それもねこだわり始めるともうそうなっちゃうんですけど、例えば赤い花が咲くのは赤い鉢は合わないよとか、でだけどまあそこら辺も好みで、こういうねどっか一回行ったことあるんですけど、オリベとかってこういう緑の葉ってすごいいい色なんですけど、はい、これ今合ってると思うんですけど、葉っぱが出てきた時に、緑になって合わないなって思う時があるんです、たまに。だけどでも鉢としてはいいじゃないですか。ちょっとすいませんそういうこともあるんですけど、それもあんまり気にしすぎちゃうとまたねこういうオリベのね鉢が売れなくなっちゃったも困るんで、それは好みでいいと思います。はい、何でもいいと思います。はい、それで、ごめんなさい、話がまた初心者にグッと戻ります。初心者の培養するためにはこれがいいよって冒頭話した。ドバチ。で最近はこういうやつでもスリット鉢がでもいいですよって。だけどスリット鉢だけどこういうところは通気性がないわけじゃないですか。そうすると私が昔よくやったのはこのザル。ザル、これだっていいじゃないですか、完璧に。そうですね。通気性はいいし水はけはいいし、だけどじゃあ温まんないんじゃないのって話になるわけですよ。なるほど。さっきの暖かい方がいいよって話、そうするとそのためには今度二重ザルって私やってて、1個、ザルで通気性がいいんだけども、そこからはみ出した根とかがもう少し出られるように二重に鉢をザルにして。二重ザルよくなんかアニメに出てきそうですけどね。そうでもやってたと。そうザルやって、で周りにまた赤玉土をいっぱい入れて、もう一回ザルやると、そうするともう通気性がいいまんま保温性も保って、だけどじゃあ鉢は大きいかっていうと実はちっちゃいっていう。なるほど。そういろんなことをやってたと。そうそれを考えた。まあそういうのをやるすごい長期スパンで考える時じゃないですか、盆栽を作るのに。だからこれなんみたいにこう太らせるやつね。太らせてからバツッと切ってちっちゃく作っていくみたいな、まあ業者さんとかがやるようなイメージですかね。まあそうですね。ちょっと盆栽いっぱいやってる人はやることもあるけど、結構やっぱ初心者の方はあんまりやらなくていいかなと僕は思います。少し余裕が出てきて、例えばこういう木ですよ、まさしくね。こういう木を買ってもっともっと太らせたいなって言った時に、このままだとこれは出鉢だからねいいんですけども、もっと太らせたいなって言ったら今言ったこういう素焼き鉢に入れ替えてやるとか、もっとやりたいならこれで。でね、私がね考えたやつがこれなんですよ。これ100円ショップでできちゃう。昔作ってました。これでやってました。画鋲の足がいいでしょこれ。画鋲の足だ。これ100円ショップですもんこれ。丸いのもあったり。これは100円ショップのこれマスですよね。今だと300円ぐらいするのかな。100円ショップで買ってきて、で穴は開けなくちゃいけないですけど、100円でやっぱりこの足をつけてちゃんとこう針金もね止められる穴と、ここの穴とやって、でこれはだからあったかいです。で通気性もいいです。多分こっちよりいいですよね。なるほど。
ほど。だからよく傷んだ木をほら木箱に入れて培養して元気つけるってやるんですけど、例えば山取りしてきた心拍をすぐ木箱に入れてとかっていうけど、木箱ってなかなか手に入らないじゃないですか、素人さん。だからこういうこのお酒のねこういうやつで作ることもできますよ、もっとちっちゃいやつもあるんじゃないかな今マスのね、ああいうのも利用して作ってもらったらいいと思います。こういうのはもう別にどうでも好きでいいんで、こういうのもあるよということですね。培養するにはやはり大きい方がいいんですけど、木のね、大体ね木の大きさよりは鉢の方がちっちゃいです、盆栽は。ここに枝がありますんで、枝に対してやっぱり鉢が小さい。これなんかもういっぱいいっぱいですけどね、でこれが大きすぎちゃうとやっぱり木が目立たなくなっちゃう、あくまでも主役は木です。鉢は、木を引き立てるものなので、バランスでいうと木よりも少し小さめがいいです。ただ、初心者の方はやっぱり培養っていうのがやっぱり水やりが大変になりますんで、若干大きめでもいいかなという気がします。こういう鉢も、浅いやつよりは若干深い方が土がいっぱい入りますから水持ちがいい、だからサラリーマンの方なんかだとこういう浅い鉢だと朝たっぷりあげてもですね、もうお昼ぐらいにはもう多分乾いちゃったりなんかしてると思うんで、夏場はね、そうするとこういうやっぱりなんていうのかな、深い鉢の方がいいかな。だからやっぱりこれがいい感じしますよね、培養にはね。だから豆盆栽とかミニ盆栽が可愛いから始めたい、まずはそこからと思ってる人が多いと思うんですけど、木は大きい方が楽なんですよね、実は。一番の枯らす原因が水枯れだと思うから、それが一番ですね。よくなんか水やりすぎたとかね、いや多分やってないですよって話ですよね。やりすぎて根腐れしたとかって言うんだけど、で今言った逆説で、だから今そうです、Qさん言うとおりミニ盆栽とか見た時にすごいちっちゃい鉢に入ってて可愛いって、あれ大変ですからね、管理してだからあれは逆にこういう大きな鉢じゃなくて小さい鉢に植えて大きくしないようにしてるんですよ。苦しめてる。鉢が小さいと木は大きくなりにくい。そうだからああいう、5センチだとか5センチ以下の豆なんかやってる方は大きくしたくないんで、あえて小さい鉢に植えて、まあどっちかというと我慢させるわけですね、木にね。だから大きくはならないんだけども、その代わり管理は大変ですから、水やりを多くするだとか、下に砂利を引くだとか、芝生をだとかね、絨毯引くだとかっていうことで水が足りなくならないように、もう皆さんいろいろ工夫されてますけど、まず初心者の方はちょっとそこまでは難しいと思うので、でもミニ盆栽ぐらい、このぐらいのサイズからだったら、1日 1,2 回の水やりでできると思うので、夏場とまた冬で違いますけどね、そのお家の環境になれるので、イメージ的にはこういうね10センチから20センチぐらいの商品盆栽っていうのはね買いやすいと思うんで、それに合わせて多少ちょっとゆったりめの鉢を買うのがいいのかなっていうふうに思います。はい、大体言ったかな。あとだからちょっと今度木からね、草なんかも最近人気あるんで、草をやるときは極力こう足のないもの、がいいですよって言われますね。こういうこれは足ですね。だからいわゆる草ってこう地べたに張ってるものですから、あんまりそこ足が高いやつとか合わないって言われてるんで、こういうようなお皿のものにですね乗せておくと、草をやる場合はですね、草も可愛いんでね、草も買って、草はだから飾るときにってことですよね。あと単体でもほら苔玉みたいにして、草を入れて苔玉みたいにしてポンとやるときなんかもこういうようなやつに浅い方がいいっていうのは、浅い方がいいですよね。展示するときに絶対に草って低い位置の飾りになるから、足がない方がいい。そうですね。草単体で楽しみたいんだったら別に何だっていいっちゃいいのかな。いいっちゃいいですけど、でもそれにしてもやっぱり浅い方が見た感じはなんかいいですけどね、苔玉とかするのにね。それも好みですね。そう、こんな感じかな。結論は、鉢合わせとは基本を言うと小白は出鉢、で雑木は釉薬鉢、なんだけども、もっともっといろんな自分の好きにやってもいいんじゃないのって、こういうものがあっていいんじゃないかって思いますんで、自分のやりたいようにやるっていうのはいいかなっていう気がしますね。
結局何でもいいみたいになっちゃいますね。何でもいいなってこれでも知ってってですよね。もちろんこの基本とかバイオに対してどういうのとか知った上で自由にやんなよってことですね。だからこれおまけコーナーでいいんですけど、おまけはねまだあるんですよ。おまけでやることは。おまけあるのか。じゃあちょっと短く。私の大好きな言葉で不易流行って言葉があるんですね。不易っていうのは昔ながらの古いもの、こだわりとか伝統とか古いものと、それから流行っていうのはそのまま通り流行りですよね。そうすると今言ったこちらの泥鉢だよだと釉薬鉢だよっていうのは昔ながらの言われている内容であって、流行っていうのはそれに対してやっぱり新しいことをやっていかないと、この盆栽業界は悪くなっちゃうよと、ダメになっちゃうよというようなことですね。かなり縮みました今。言ったこといっぱいあるんですけど、でも本当その通りで、今まで盆栽って新しいことを否定し続けてきた業界だと思うんですよ。だから人口減ったりとか新しい若者が増えなかったりっていうのがあるので、今僕らがこんだけふざけてるというか自由にやっても言われなくなったんですよ。今変革期なんですよね。だからもう多分この盆栽だからこの YouTube もそうなんですよ。この盆栽っていうね伝統の文化に YouTube っていう世の中の新しいものが入り込んで、それを浜野会長が受け入れたっていうことで、今この盆栽業界って結構多分ここ始まってからですよね。4年ぐらいでしたっけ。4年ぐらいですね。多分業者の方もね多分客層変わったなってみんな感じてると思いますよ。そうですよね。それだけやっぱり新しいものを取り込んでこないと、古いものって廃れちゃう。そうですね。始めた頃はこんなになんかここでやってることを外に出しちゃダメだみたいな流れもあった。いやだって私だって言われましたよね。何してんだよみたいな。何勝手にビデオ撮ってんだみたいな。ってことですね。閉鎖的だったんですよ。そう勝手に入ってきてビデオ撮ってって。そんな出ちゃって。昨日のビデオ流れるの楽しみでしょうがないっていう。最初僕皆さん怖かったですもんだって。いやありましたよ。本当に抵抗感があって、それは浜野会長がやっぱそれを取り除いてQさん来てるからって、それは当時園とか盆栽庁のだけじゃなくて盆栽画のためにも開かれた盆栽ってやんなきゃいけないからっていうことなんで、そういうこともあって、でちょっともうちょっとカットでもいいんですけど、企業的にもやっぱり言われるんですよ。そういうカメラの世界とか例えば雑誌もそうじゃないですか。漫画本、でそれなんかもみんなどんどんデジタルに変わっていったりだとか、漫画もこう変わっていったりとかって新しいことをやっていかなきゃいけないよっていうんで、企業としてはそういう言い方をするんで、不易流行って言葉は、古いものにこだわってたら会社潰れちゃうって、であとは例えばもうこれカットですね。例えば和菓子屋さんとかでもう100年で潰れちゃうっていう時に若い人が継ぐって言って、でそれは和菓子だけじゃダメだからっていうんで、例えばクッキーだとかチョコレートとミックスしてやったら SNS でバズって大売れしたとか、そんな話ってあると思うんですけど、そういうことなんですよね。で古いものを知って新しいことにやっていく。だけど今度ね多分こればっかりになっちゃって、もう釉薬ばっかり、漂白類も釉薬ばっかりで好き勝手になっていったら、今度ねまた改めてでもやっぱり漂白って、泥鉢落ち着くよねってまた帰ると思うんですよ。温故知新です。温故知新なんです。だから新しい企業を知ってまたそれをね古いものを思い返すというか見直すというか、そういうようなところでやっぱり古いものと新しいものっていうのは融合っていうのは必要なのかなって、こういうまとめでどうでしょう。我々がだから盆栽界のイノベーターなんです。イノベーターなんです。まさしくそうですよね。だから私なんか本当に先輩とかねお弟子さんから怒られちゃうんだけど、新しいことをいっぱいやっていいんじゃないかなって思いますんで。思いますよね。だからそういうことで、ぜひね。そんなあなた、これを見て共感してくれたあなたは、チャンネル登録と6月から開催される盆栽新世紀。新しい盆栽を作ろう、こちらの方にですね、ぜひそうですね。だから新しい鉢合わせとかチャレンジしてね、あるいは新しい飾りだとか、そんなのもぜひぜひやってもらって、そういった意味合いが込められております。そういうことなんですね。ということで、この動画がいいなという方はチャンネル登録といいねボタン、あとメンバーシップですね。で6月から新世紀、6月までにまで新世紀ですね。ということでどしどしそういう新たなチャレンジをねしてもらえればと思いますんで、これでもいいよ、これでもいいよ、これでもいいよっていう話ですね。ということであれでした。初心者向けになかったかもしれないです。最後ねちょっと難しい話になった。でおまけです。おまけです。おまけ。まず鍛冶屋さんの
盆百戦祭。あ、そうですね。これ日村さん読んだそうで。これ読みました。面白かったですね。私普段ね、もうこう言うと怒られちゃうんだけど、漫画ってあんまり見ないんですけど、まあどっちかというとそういう雑誌関係の仕事でもあるんですけど、あんまり漫画見ないんですけど、これ見て面白かったんで、あっという間に読んじゃった。だーっともう止まらなくなっちゃって、でやっぱりね、すごい感動的な話であったりとか、やっぱり面白さであったりだとか、いろんなこと、まあ簡単に言うとこうアンドロイドっていう、この子はアンドロイドなんですけど、だからこれもそうかな、そういうアンドロイドといわゆる人間社会のそこら辺のさっきのやつ。不易流行ね。不易流行ですか。古い盆栽と新しいそういうアンドロイドのね、世界のそういう融合みたいな形を描いた、すごく面白いです。第何話ってこうなっていくんですけど、ちょっと感動的なところもあったり、すごく面白いところもあったりして、おすすめの一冊。これまあ言ってもいいよっていうんで、私のお一緒の盆栽仲間が出してますんで、当人さんに迷惑かかんなければ宣伝してもいいですってことだったんで、ぜひ楽しんで読んでもらえばいい、はい、ということで楽しんでいただければと思います、はい。そしてなんと世界のカンちゃんが趣味の園芸に世界のカンちゃんってまた批判を受けるな。大宮のカンちゃんがいや今はもうリッツ・カールトンやってますけどね。そうですね。すごいですよ、カンちゃん大人気で。趣味の園芸出てるんですか。出てるんですって、趣味の園芸に。あら、売れちゃって、まあもうね、全然恩恵ないですよね。恩恵全くない。なんかね、いろんな芸能人と会ったとかね、言ってた。写真だけ送られてくるんですよ、僕いつも。そうですか。美味しいもの食べてね。そう美味しいもの食べたとか、芸能人に会ったとか、写真だけなぜか言ってましたよね。マウント取ってくるんですよね。リッツ・カールトンで Q さんが帰ってからこんな美味しいもの食べたんですよ。写真送ってくるとか。これさっきこれじゃないか。これ多分怒られちゃうね。これメガネかけてると全部カンちゃんのやつ。メガネかけてて髪の毛長いとね、出てきたんです。こんな風に。すごいね。これは雑誌とテレビと、テレビが2月の9日放送だそうです。怪しいな、この放送ともう過ぎてるかもしれない。じゃあなんとか2月8日ぐらいにこのアップしていただいて。いや、多分無理ですね。無理。多分ストック的にも。盆栽って何ですか。再放送ありますね。再放送もそうなの。あるそうなんで。教えて、カンタさん。結構6か8ページぐらいあるでしょ。本当。確か。1、2、3、4、5、6。本当だ。8ページも。10ページ。10ページもカンタ君の特集があります。ちなみに言うと、趣味の園芸の一番後ろの方に盆栽のコーナーが毎号あるんです。そこの昔あれだ、小棚さんやってた。ここ今ね、所沢の兄貴がやってるんで。兄貴がほら、鈴木祐樹さんの写真出てない。所沢の園芸の祐樹さん。何月のって。そう、毎月毎号やってます。これは作業、各樹種ごとの作業を載せてる。大変だね、この分量。大変だ。でも毎月やってるんだ。毎月。じゃあでも昔のやつを引っ張り出せば言わない。ほら。出た。ゆきさん、顔写真ちっちゃいね。見えますか。でもいい顔してます。いい顔してるですね。イケメンのね、話も面白くて、盆栽作家ですね。ということで出てますんで、よろしかったら雑誌の方と2月号もう発売してるね。趣味の園芸2月号とテレビの方もご覧になっていただければと思いますね。おまけコーナーでした。おまけのおまけかな。おまけのおまけ。違う。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。売れたね。僕ら声かかんないですね。かかんないし。香織さんがプッシュしてくれた。香織さんが紹介してくれたんだ。本当。カンちゃんいい子ですよって。次カンタ君がじゃあ昼間さんプッシュしてよ。昼間さんじゃあ。だから香織さんとのつながりはないの。つながりたがってる。昔からもう30年前から気にしてるんだけど、香織さんいつの間にか結婚しちゃって。そんなに前から気にしてたんですか。気にしてた。結構気にしてたんで。そうなんだ。もう使えないけど。そうなんですよ。